アメリカのベネズエラ武力介入日本の現状と狙い、状況、マドゥロ政権の崩壊と混乱、米軍による軍事介入2026年1月、トランプ前政権第2次は、ベネズエラからの薬物流入が米国の安全保障を脅かすとして、首都カラカスへの攻撃及びマドゥロ大統領の拘束を強行しました。政権転覆の動き長年続いたマドゥロ体制が物理的に解体されつつありますが、暫定統治や次期選挙は不透明で、国内は深刻な統治の空白状態にあります。支持の声1、ベネズエラ国民地獄からの解放への叫び。長年のハイパーインフレと飢餓に苦しんできた人々にとって、米軍は救世主に近い存在として映っています。祝賀の風景コロンビアのボゴタなど、近隣諸国に逃れていたベネズエラ難民の間では、マドゥロ氏拘束のニュースを受けて歓喜の輪が広がりました。政治犯の釈放。介入直後、国内で拘束されていた多くの政治犯が釈放され始めたことで、民主化への実感や支持を強めています。誰でもいいから終わらせてほしかった独裁の終わりを自分たちの手で成し遂げたかったという返し最上に、これで子供に食事が与えられるという切実な支持が上回っています。2、アメリカ国内 MAGA 層の圧倒的ネット。トランプ支持者、特に MAGA 層の間では、この介入はトランプ氏の実行力の象徴として熱狂的に支持されています。圧倒的な支持率。世論調査では、MAGA 層の 97% が今回の軍事行動を支持、共和党全体でも 89% という高い支持率を記録しています。アメリカファーストの証明麻薬テロリストを排除し、不法移民の源を断つという、トランプ氏が掲げた公約の完遂として評価されています。3、国際政治ビジネス自由経済へのリセット。独裁政権によって閉ざされていた市場が再び開かれることへの期待です。アルゼンチンミレイ大統領自由満載と即座に称賛を送り、中南米における左派独裁一層の象徴として支持を表明しました。投資家エネルギー業界石油利権が透明化され、西側諸国の技術が入ることで世界最大の埋蔵量がようやく活用されることへの期待から、防衛エネルギーセクターへの投資熱が高まっています。不支持の声。1、国際社会国連憲章の死を懸念。国連や周辺国は、この介入は21世紀の国際ルールを根底から破壊したと批判しています。国連グテーレス事務総長、国際法の規則が尊重されなかったと深い懸念を表明。自衛権の発動でも安保理の承認でもない武力行使は、明白な国連憲章違反であると断じています。ブラジルルーラ大統領、国際法と主権への重大な侵害だと強く非難。隣国として武力行使が混乱と暴力の世界への第一歩になることを危惧しています。メキシコシェインバウム大統領協力は歓迎するが、隷属と介入は拒否すると述べ、米国の混合外交の復活を強く批判しています。3.2、アメリカ国内民主党支持層とリベラル層の猛反発。米国内でも不支持が支持を上回る調査結果が出ています。 CBS 調査で不支持52%、違憲な戦争。民主党支持者の約9割が不支持。国会の承認なき軍事行動を独裁的と非難し、ベネズエラの石油を奪うための私兵化であると批判しています。中間選挙への警戒。トランプ大統領が2026年の中間選挙で勝利するために戦争を利用しているという冷ややかな視点も根強いです。3、ベネズエラ現地侵略への交戦と屈辱。マドゥロ政権に近い層だけでなく、一般市民からも外国による暴力への反発が出ています。軍事侵略を拒否。攻撃直後、ベネズエラ政府はアメリカによる軍事侵略を非難すると声明。市民からも爆撃による犠牲者やインフラ破壊への怒りが噴出しています。1.3、主権の侵害。マドゥロは嫌いだが、アメリカに連れ去られるのは話が別だという愛国親友への屈辱感が広がっています。その他の声。1、日本政府高市政権苦渋の評価され、高市早苗首相は今回の軍事介入に対して極めて慎重な態度をとっています。建前民主主義の支持。 SNS や会見でベネズエラにおける民主主義の回復は重要と述べ、マドゥロ政権が終わること自体には前向きな姿勢を見せています。本音評価の対比。米軍の攻撃や大統領拘束が国際法的に正しいかという問いに対しては、回答を避けるという姿勢を一貫して崩していません。ジレンマ。日本はウクライナ侵攻などで力による現状変更を批判してきました。もし米軍の行動を全面的に支持すれば、ロシアはダメでアメリカはいいのかという二重基準ダブルスタンダードを批判されるリスクがあるためです。2、ヨーロッパ EU。 マドゥロは嫌いだが独走は怖い。イギリススターマー首相、マドゥロ政権の終焉を惜しまないと述べつつも、攻撃の正当性については明言を避けています。フランス、ドイツ民主化は歓迎するものの、トランプ政権の独走が同盟国である自分たちにも火の粉を散らすのではないかと戦々恐々としています。日本の状況。すでに失われた、あるいは焦げついている税金約3000億円以上。日本政府や政府系機関がベネズエラに貸したお金の多くは現在返ってこない状態にあります。貿易保険の支払い。 NEXI。 日本企業がベネズエラから代金を回収できなくなった際、政府系機関である日本貿易保険が肩代わりして企業に支払ったお金です。累計で数千億円に上ります。この原資は保険料ですが、巨額の損失は最終的に政府の財務に負担をかけます。政府系金融機関の融資。 JBIC。 国際協力銀行などを通じて貸し付けたインフラ建設資金です。これらも返済が止まっており、国民の資産が塩漬けになっている状態です。現在進行型で支出されている税金年間数十億円規模。経済が崩壊したベネズエラに対し、日本は人道的な支援を続けています。人道支援金拠出金。
国連機関を通じて食料や医療品を届けるために毎年数百万ドルから数千万ドルの税金を投入しています。直近の数年間でも累計で約5000万ドル約75億円以上の支援が行われています。周辺国への難民支援。ベネズエラから逃げ出した難民を受け入れているブラジルやコロンビアなどの周辺国に対し、その負担を減らすための無償資金協力も言っています。2026年以降に想定される新たな支出、米軍介入後の新政権を支えるため、日本政府は2026年度予算案などでさらなる支出を検討しています。新たな円借款無償資金協力。新政権の経済立て直しを助けるため、道路、電力、水道などのインフラ整備に数千億円規模の新たな融資や支援を検討しています。これは将来の石油確保のための投資という側面があります。債務整理のコスト、過去の借金を一部免除棒引きする場合、それは事実上の国の損失確定となります。日本の狙い、ベネズエラでの米軍介入2026年1月を受けて、日本の商社やエネルギー企業は借金回収とエネルギー確保を両立させるためのしたたかな交渉を開始しています。具体的に、どの企業がどのような仕組みで動こうとしているのか、2026年現在の最新状況をまとめます。1、借金の方に石油をもらう仕組みを不定期契約の復活。日本政府と企業が狙っているのは、2000年代後半に三菱商事や三井物産が言っていた融資に対する石油現物での返済を不定期契約の再開です。仕組み、日本がベネズエラのボロボロになった石油施設を修理するための資金または資材を貸す。その代わり、生産された石油の一定量を市場価格より少し安く、かつ借金返済分として日本が優先的に受け取るという契約です。狙い現金での回収を待つのではなく、直接エネルギー原油という形で吸い上げることで、不確実な新政権の財務状況に左右されずに資産を回収します。2、キープレイヤーとなる日本企業。2026年現在、以下の企業が再建の主役として注目されています。国際石油開発ミカド石かつてベネズエラから撤退を余儀なくされましたが、2026年1月の米軍介入後の株価はベネズエラ再建特需への期待から堅調に推移しています。日本最大の産油会社として、米国企業シェブロン等と組んで油田の運営に復帰する可能性があります。三菱商事三井物産、かつてベネズエラ国営石油に対し、合計35億ドル強の融資を言っていた実績があります。これらの古い借金を新政権に認めさせ、新しい再建プロジェクトの受注とバーター物々交換で整理する交渉のプロです。トヨタ明治など石油以外でも、トヨタは現地の自動車生産販売の正常化を、明治は高品質なベネズエラ産カカオの安定調達を目指し、現地の情勢を注視しています。3、アメリカの門番をどうくぐり抜けるか。2026年の最大の特徴は、ベネズエラの石油がアメリカによる管理下にあることです。米国のゲートキーピング現在、誰がどの油田に投資し、どこに石油を売るかは、アメリカトランプ政権の許可ライセンスが必要です。日本の戦略。日本はエネルギー安全保障の強化中東依存の低減を理由に、アメリカから日本専用のライセンスを確保しようとしています。これは単なるビジネスではなく、日米同盟を背景とした政治交渉です。いかがでしたか？この情報が役に立ったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いいたします。